そしてね、合言葉はね、尊王断漢。今流れたのは映画の音声ではない。90年前、クーデターの最中に交わされた本物の電話の声である。合言葉、尊王残漢を伝える声の主は、阪南の指揮官の一人、栗原康秀中尉。この通話は当局に傍受され、録音版に残されていた。昭和11年、西暦1936年の2月26日、未明、雪の降り積もる帝都東京で、1483名の兵士が一斉に動いた。首相官邸、大蔵大臣指定、侍従長官邸、警視庁、日本の中枢が一夜にして陸軍の青年将校たちに占拠された。226事件である。近代の日本史上最大の軍事クーデターだった。画面の写真は占拠した建物の屋上に日の丸を掲げる決起部隊の兵士。旗に記されているのは尊王統漢の4文字である。彼らを反乱軍と呼ぶか義軍と呼ぶか、その評価は90年経った今も分かれている。この動画では決起部隊と呼ぶことにする。今日は当時の実写真を AI でカラー復元し、傍受された本物の電話音声とともに雪の3日間を再構成する。身代わりに死んだ男。9歳の娘の目の前で機関銃に撃たれた父。何も知らされないまま雪の中へ連れて行かれた諸年兵たち。そしてとどめを免れた一人の老人は9年後に日本を救うことになる。さらにこの動画の後半では鎮圧の前夜にかけられた一本の電話の音声を聞いてもらう。かつての教え子に当校を特上官の最後の別れの言葉である。なぜ昭和の日本はこの事件を境に戦争へ突き進んだのか。最後まで見れば教科書が数行で流すこの事件の本当の姿が見えてくる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。軍服姿の荒木貞夫陸軍大将、青年将校たちが浸水した弘道派の重鎮である。なぜ軍隊が自分の国の政府を襲ったのか、それを知るには当時の日本を見ておく必要がある。昭和4年に始まった世界恐慌で日本の農村は疲弊しきっていた。追い打ちをかけたのが昭和9年の東北大冷害である。米が実らず、東北6県では1年間に5万人を超える若い女性が芸妓や娼妓として身売りされた。学校に弁当を持ってこられない欠食児童が社会問題になった。一方で財閥は超え、政党政治は汚職にまみれていた。軍の若い将校たちは部下の兵から故郷の窮状を聞いていた。妹が売られましたと泣く兵の家の話である。彼らの目に天皇を取り巻く重臣や財閥は国民を苦しめる元凶と映るようになっていく。この頃陸軍の内部には2つの派閥があった。天皇神聖の国家改造を唱える弘道派、荒木貞夫や間崎甚三郎ら精神主義の将軍たちを担ぐ一派だ。こちらは弘道派のもう一人の重鎮、間崎甚三郎大将。青年将校たちは間崎を新しい政権の主犯にとまで仰いでいた。対するのは軍の組織的統制の下で総力戦体制を目指す統制派。その中心が軍務局長の永田鉄山少将だった。昭和10年7月、弘道派の間崎甚三郎が教育総監の職を追われると、対立は血を見ることになる。翌8月、弘道派の相沢三郎中佐が白昼の陸軍省に乗り込み、執務中の永田鉄山を軍刀で惨殺したのである。相沢事件と呼ばれるこの暗殺の公判は、青年将校たちの思いを世に訴える場と化していた。つまり、昭和11年の初めの東京には、ウェル農村への義憤と派閥構想の殺気が充満していたのである。あとは、
火をつける者が現れるだけだった。安藤照蔵、陸軍隊30歳、歩兵第3連隊の中隊長で、妻と2人の幼い息子を持つ父親だった。服はいつもヨレヨレで、決して威張らない優しい人。部下の下士官は安藤をそう回想している。兵の家庭の窮状を親身に聞き、金を貸すことさえあった。血気将校の中で最も兵に慕われた男である。その安藤は、実は武力決起には最後まで慎重だった。合法的な運動を主張し、参加を決めたのは決行のわずか3日前だった。野中四郎、大尉、決起将校の中で最専任、事実上の筆頭格である。安藤と同じ歩兵第3連隊の中隊長で、部下からの辛抱も厚かった。この物静かな男が最後に選ぶ道は、後ほど語ることになる。栗原康秀、中尉、27歳。冒頭の電話の主であり、決起計画を推し進めた急進派の中心だった。同志を集め、計画を練り、決行では先頭に立った行動派である。あの受話器越しの淡々とした声は、この男のものだ。磯部朝市と村中隆。二人は前年、クーデター計画の容疑で、軍を免官された元将校である。軍服を奪われてなお、国家改造の運動を捨てなかった。彼ら約20名の将校たちが掲げた合言葉が、昭和維新だった。思想の支柱は、北一揆という民間の革命思想家である。北の著書、日本改造法案大綱は、こう説いていた。天皇と国民の間に立ちふさがる重臣や財閥を武力で取り除き、天皇神聖の国家に作り変えよ、と、若い将校たちはこの書を回し読みし、聖典のように扱った。天皇の側近を殺すことが天皇への忠任になる。その逆説を彼らは信じ込んでいったのである。決行の日は昭和11年2月26日と決まった。第一師団の満州派遣が発表され、時間が残されていなかったのだ。東京の空には数日前から記録的な大雪が降り続いていた。雪の中に立つ二部正忠中尉と決起部隊の兵士たち。事件の最中に撮影された実写シーンである。2月26日午前2時、歩兵第1連隊、歩兵第3連隊、近衛歩兵第3連隊の兵営で、下士官と兵1483名が叩き起こされた。完全武装、実弾稽古。だが行き先も目的もほとんどの兵は知らされていなかった。多くはこの年の1月に入営したばかりの初年兵である。近衛歩兵第3連隊のある少尉は当時21歳。84名の初年兵の教育係を任されたばかりだった。夜間演習だと思ったと生き残った兵たちは後に語っている。上官の命令は天皇の命令。そう教育されてきた兵たちに疑う道はなかった。午前4時、部隊は雪を踏んで兵営を出た。雪の中で警備につく決起部隊の兵士。将校たちが撃つと定めた相手は君側の官である。天皇のそばで政治を誤らせる悪心という意味だ。冒頭の旗の尊王統官は天皇を尊び、この関心を討つという宣言だった。内閣総理大臣岡田啓介、大蔵大臣高橋是清、内大臣斉藤誠、侍従長鈴木貫太郎、教育総監渡辺丈太郎、さらに最専任の野中四郎が率いる約500名は警視庁を丸ごと制圧する手はずだった。雪の暗闇の中を銃剣の列が音もなく進んでいく。最初の銃声は午前5時過ぎの首相官邸で上がった。内閣総理大臣岡田啓介、68歳、海軍大将出身の時の首相である。事件1日目、2月26日の夜明け前、首相官邸を襲ったのは栗原康秀中尉の率いる部隊だった。護衛の警察官たちは拳銃で機関銃に立ち向かった。村上鴨左衛門、巡査部長ら4名の警察官がこの官邸で殉職している。銃声の中、岡田は女中部屋の押し入れに押し込まれた。そして一人の男が廊下で銃口の前に立った。
松尾伝蔵、大江切陸軍大佐、岡田の義弟で秘書として官邸に住み込んでいた男である。松尾は岡田と顔立ちがよく似ていた。兵士たちは松尾を首相と思い込み射殺した。遺体は岡田の写真と見比べられ、首相殺害が宣言された。首相死亡の砲破、その火のうちに閣議へ、そして世間へ伝わった。だが本物の首相は占拠された官邸の押し入れの中で生きていた。今画面に映っているのは、その時永田町を占拠していた部隊の実写だ。事件2日目の27日、松尾の遺体への弔問が許された。岡田の女性の迫水久常や秘書官らは、この危機にかけた。マスクで顔を隠した岡田を弔問客の列に紛れ込ませ、選挙部隊の目の前から堂々と歩いて脱出させたのである。死んだはずの首相の生還はしばらく極秘とされた。なおこの救出劇に加わった女性の迫水久常は9年後、終戦内閣の書記官長として玉音放送の作成に関わることになる。歴史の糸はこの官邸から先へつながっていた。だが他の襲撃先では身代わりは現れなかった。大蔵大臣高橋是清、81歳、だるまさんの愛称で国民に親しまれた日本経済の重鎮である。高橋の生涯は波乱に満ちている。少年時代にアメリカへ渡り、騙されて奴隷として売られた。そこから日銀総裁、総理大臣にまで上り詰め、蔵相を何度も務めて、恐慌のどん底から日本経済を立て直した。だがその高橋が軍への恨みを買っていた。景気回復を見た高橋は、軍自費の膨張に歯止めをかけたのである。予算は国民の所得に応じたものでなければならない。そう言って、陸海軍の増額要求を大幅に削った。軍部の一部では、高橋を消すべし、という声さえ上がっていた。2月26日、午前5時過ぎ、赤坂の高橋支邸、中橋元明中尉らの率いる部隊が2階の寝室に踏み込んだ。高橋は布団の上で就寝中だった。天中と叫ぶ将校に、高橋はバカ者と一喝したと伝えられている。81歳の老大臣は拳銃で撃たれ、軍等でとどめを刺された。国の財布を握り、軍と戦った男の最後だった。そして同じ雪の朝、悲劇はさらに続いていた。内大臣斉藤誠、77歳。内大臣とは天皇のそばで政務を補佐する側近中の側近である。四谷の斉藤支邸には酒井直志中尉らの部隊が押し入った。妻の春子は、撃つなら私を撃ちなさいと夫の前に立ちはだかった。銃口を素手で掴み、腕を撃ち抜かれてなお夫に覆いかぶさった。斉藤は全身に40発以上を浴びて絶命した。教育総監渡辺丈太郎、陸軍大将。教育総監とは陸軍全体の教育を統べる陸軍参長官の一人である。荻窪の師弟を襲われた渡辺は拳銃で応戦した。だが軽機関銃の連射を浴び、その場に倒れた。同じ部屋には9歳になる次女の和子がいた。和子は座卓の陰に隠され、父の最後を目の前で見ていた。この少女が後にどんな人生を歩んだかは後ほど語りたい。侍従長鈴木貫太郎、68歳。天皇の日常に最も近く仕える海軍大将出身の側近である。麹町の官邸を襲ったのは安藤照蔵隊員の部隊だった。鈴木は複数の銃弾を浴びて血の海に倒れた。安藤がとどめを刺そうとしたその時である。妻の鷹が進み出ていった。老人ですからとどめだけはお止めください。どうしても必要というなら私がいたします。安藤はしばらく黙り、そして軍刀を収めた。兵に向かって鈴木閣下に対し捧げつつと号令する。決起部隊は瀕死の老人に敬礼し官邸を去った。鈴木は一時心臓が止まりながら奇跡的に一命を取り留める。この時安藤が刀を収めたことが9年後の日本を救うことになる。その話はこの動画の最後に取っておこう。「
全然大阪になってます。菅山さん来たんですか？どこへ？その場所を迎えに行ってもいいですか？そうですか？それでもし連絡がありましたらね、相関係をね、目標にしてください。そうです。そしてね、合言葉はね、本能残感。本能残感。それでね、栗原知事に面会って大丈夫ですか？相関係来られて。それ案内しますから、ぜひ来てください。お願いします。今聞いてもらったのが冒頭の電話の全体である。占拠された首相官邸に陣取る栗原康秀と同氏の妻西田初の間で交わされた通話だ。傍受記録によれば選挙2日目の2月27日頃の通話である。電話ははばかりますがと女性の声が言う。盗み聞きを警戒しながらそれでも連絡は電話に頼るしかなかった。栗原は官邸を訪ねる際の合言葉を伝える。尊王残感、天皇を尊び、関心を切る。クーデターのただ中とは思えない事務連絡のような淡々とした声だ。だが二人の警戒は正しかった。この電話は当局に傍受され録音板に刻まれていたのである。90年前の反乱の肉声がこうして今も残っている。同じ頃の栗原の電話がもう一本残っている。まだ生きてますから大丈夫。官邸の方です。そうです。討伐する軍隊なんです。みんな我々のところでなって来てる。そして攻めないから心配するなって言ってる。まず今のですね、けど全部全皇族会議がありまして、その時の意見っていうのが非常に良かった。冗談を言って笑うほど受話器の向こうの栗原には余裕がある。討伐に来るはずの軍隊が味方に加わっているとまで語っている。選挙の初日、決起部隊は勝利を疑っていなかった。この楽観が数日のにどう裏切られるかをまだ誰も知らない。初の夫西田光には北一揆の右腕と呼ばれた男である。青年将校と北をつなぐ運動の要だった。民間人でありながら西田と北はこの後事件の理論的な首謀者として銃殺されることになる。選挙は成功し、永田町一帯は決起部隊の手に落ちた。だが彼らの運命はたった一人の意志で暗転していく。宮中の天皇その人である。昭和天皇当時34歳、将校たちが忠義を捧げたはずのその人である。時を事件1日目の宮中に戻そう。決起将校たちは決起主意書を陸軍首脳に突きつけていた。自分たちの真意を天皇に伝えてほしいという嘆願である。陸軍上層部の対応は当初曖昧だった。26日午後の陸軍大臣告示は、決起の趣旨は天皇に伝わったと述べ、まるで決起を認めるかのような文面だったのである。だが天皇の反応は将校たちの期待を完全に裏切った。侍従部官長本庄茂の日記にその言葉が残っている。陳が故皇の老臣を殺戮す。このような凶暴な将校たちに許すべきものがあろうか。故皇とは最も頼りにする手足のことである。天皇にとって斎藤も高橋も鈴木も若い日から自分を支えてきたかけがえのない側近だった。天皇は鎮圧をためらう陸軍に繰り返し出動を迫った。そしてついにこう言い放つ。陳自らこの絵師団を率い、これが陳帝に当たらん。自分が直接兵を率いて鎮圧するというのである。板挟みになったのが日記の主の本庄茂だった。本庄の娘婿は決起部隊に近い立場の将校だったのである。本庄は27日だけで13回も天皇に拝謁し、青年将校の国を思う精神だけは認めてほしいと訴えた。天皇は動かなかった。私の首を真綿で締めるに等しい行為だとまで言い切った。天皇の意志は明確になった。決起部隊は勅命に背く存在、すなわち反乱軍である。包囲の網が雪の永田町に張られ始めた。その前ですね。この前には故障
がね、4人おります。その4人はですね、議事堂で交代です。それからですね、今ね、金賞の方にですね、文部大臣の官邸とですね、帝人大臣の官邸付近におるですね、兵力約80名です。それがですね、約30名は議事堂、80名は50名は金賞、これからですね、それだけ移動しましてね、議事賞の50名に対してはこう、何か秘密命令を出しそう。秘密命令50名の方で、それからですね、地方の自動車、このライトのところですね、大減税価の、その次の文句はね、ちょうどその電気の影になってわかりませんが、お前にってですね、お前に、一応と書いてある。それからなおこちらの方はですね、お供への具合ですから、外の方はもう絶対もう出られませんから。そうですか。それね、そのところで伝達するにはね、電話何番ですか？ここ何番ですか？ここは何番ですか？これはですね、3317番。どこの？このから。3317。そこへかけるあなたで、ここにおりますね。おります。関内の。関内の。それで、こちらの大使さんもですね、もしもし、大使さんもですね、それから部下の方もですね、よく了解してくれましてね、私に対して非常に好意を持ってくれてるんですよ。これも事件の最中に録音された本物の通話である。話しているのはドイツ大使館の関係者と戒厳司令部。今画面に映っているのはその時実際に設けられた戒厳司令部だ。事件2日目の2月27日、政府は東京に戒厳令を敷いた。戒厳令とは軍が治安の全権を握る非常事態宣言である。その司令部にドイツ大使館が状況を細かく通報している。大使館の前に保証が4人立っている。兵力はおよそ80名。50名は陸軍省の方にいる。折り返しの電話番号まで銀座の2317番と細かい。選挙地域の隣に立つ大使館は絶好の観測点だった。ちなみにこの当時、ドイツ大使館に食い込んでいた新聞記者にリヒャルト・ゾルゲという男がいる。後に世界を震撼させるソ連のスパイである。ゾルゲもこの窓から雪の判断を観察し、モスクワへの報告書を書いていた。包囲の体制は刻々と固まっていった。市街には戦車が進出し、要所に機関従陣地が築かれた。鎮圧縄の兵力は2万を超えたとされる。決起部隊1483名は完全に袋の中のネズミとなった。同じ陸軍同士がテイトのど真ん中で撃ち合うのか。その瀬戸際の夜、電話線の上では最後の説得が始まっていた。市街に進出した鎮圧川の戦車、包囲網が完成していくその時の実写である。2月28日、事件3日目の夜、報直命令、すなわち天皇の正式な討伐命令が下っていた。夜が明ければ同じ帝国陸軍同士がテイトで撃ち合うことになる。歩兵と戦車と大砲が雪の永田町を幾重にも取り囲んだ。その夜、電話線の上では奇妙な通話が傍受されている。深夜、アンド・ウテルゾーにかかってきた電話である。相手は北一揆と名乗った。だが北はこの時、すでに当局に身柄を抑えられていた。決起側の内情を探る鎮圧川の偽装だった可能性が指摘されている。背後に響く戦車の音とともに、その不気味な通話を聞いてほしい。こ
そして日付が29日に変わった午前1時15分。この事件で最も生々しい7分間の通話が始まる。かけたのは、鎮圧川の将校、歩兵第三連大機関重隊の高橋牛太郎中尉。電話の先は、決起部隊が占拠する赤坂の料亭、幸楽である。高橋の狙いはただ一つ。その中にいる、かつての教え子の下士官、上村森光を電話口に呼び出し、投降を説得することだった。まずは呼び出しから放直命令を告げるところまでを聞いてほしい。今誰だ？今誰だ？内藤です。内藤って言います。幸楽だろ？内藤でございます。すごい時間中隊だろ？時間中隊。時間中隊ですか？それはね、貸し館でも状態でもいいからね、ちょっと電話がして。時間中隊でしょうね。ちょっと待ってください。これはね、補佐のね、時間中隊の高橋中尉だ。補佐の時間中隊の高橋さん。ちょっと待ってくださいませ。そうです。どなたですか？高橋中隊。高橋中隊。高橋中尉。何年代ですか？3年代の。3年代の高橋中隊ですか？それも3年代ですね。誰たちや？谷村さん？谷村です。谷村さん？そうです。どうか聞こえないか？聞こえないか？聞こえません。そうか。何名おるんだ、お前。何名おるんだ？30何名おる。君らとね、お話しするのも今のうちだろうな、こら。実はね、君のところに面会行こうと思ったけどね、なかなか行けなかったんだよ。来なかったですか？それでね、今、ずいぶん大きな問題になってんだろ？そうですね。お前の考えはどうか？もう、どうもしょうがなかったですね。どうもしょうがなかった。こちらはね、お前だけの言ってもね、天皇陛下の命令に下ってね、準備してるんだよ。そうですか。君らのところ前、天皇陛下の命令を聞かなかった。陛下の命令は聞かなかったろ？別に聞きません。命令がもう変わったんですか？やったんだよ。帰ってくるようでね、そういう命令があったんだよ。もうどうもしようがなかった。と、教え子は答えた。上村たちは包囲された建物の中で何一つ知らされていなかった。天皇の命令が下ったことも、抵抗すれば撃たれることもである。高橋の説得はさらに踏み込んでいく。連隊にはすでに決起部隊を殺せという命令が出ていること。そして今どこにいるのかと上村に聞かれた高橋は少しためらってから正直に答える。その直後にこの通話で最も人間的な言葉が飛び出す。続きを聞いてほしい。誰
京子はもう天皇陛下の命令聞いてもわかんだろ。天皇陛下の命令は聞いておらないんだよ、そっちの京子は。だからこちらはね、全体上からもね、涙を流し、そして、お前らを殺すというふうになったんだよ。今俺の店はどこですか？今俺とこか？俺とこはね、ちょっと待ってくれ。赤坂小学校の上だ。だけどそれはあんたに言っちゃダメだよ。だからお前をね、お前を俺はこれまでも教育して育ててきたんだからな。実際お前とも警察してくれないんだ俺は。敵として撃ち合うかもしれない相手に自分の陣地の場所まで明かす安藤隊員に言うなという一言に高橋の板挟みが現れている。自分が育てた部下に数時間後には銃を向けるかもしれない。その苦しさが受話器越しの声に滲んでいる。通話は7分に及び、やがて高橋は説得の言葉を使い果たした。最後に残ったのは教え子と兵たちへの祈りだった。武運長久とは戦場での無事と幸運を祈る言葉である。上村が絞り出す本音と二人の別れの言葉までを続けて聞いてほしい。お前とも警察してくれないんだ俺は。だけど君ら言うこと聞かないだろ。天皇陛下はね、なんかお前らをやってしまいというふうにもう命令されたんだよ。だからいつやるかわからん。だからこの際ね、君らは将校の命令を聞くか、法令に従うっていうことでね、何にも統制権の関係ないんだろ。だから君らはね、今直属だから、直属になったんだよ。先ほどってことですね。ゼロにですね。ゼロにゼロですね。っていう状態です。ゼロにゼロのところでね、突破するのは君らの決断の力じゃないかね。将校はそれ今まではね、いろいろ命令中でやったらそれね。だけど、天皇以上離れた将校じゃなくて、全く国属だよ。お前はそんなこと考えつかんのか。そうだよ。天皇陛下の命令を聞かない、将校の命令を聞くってそんなことねえだろ。我々はもう天皇陛下の軍隊です。おい。そうです。お前命欲しいのかな。命欲しいのかい。命欲しいのか。聞かないだ。聞かないだろ。決心だよ。その決心。お前それ潔くのもう口に帰ってくれへんだよ。じゃなく証拠を持ち、それからね、怒ってお前らを殺すと言ったらもう、お前らその権利持ってんだよ。農連の君に口につながったら、兵隊をみんな殺してあげる。兵隊を。特に金村はだね、安藤隊に何が関係あるんだ、お前。何が直属関係の関係ないだろ。渋滞上の部下じゃなくて、渋滞上の歯向かうのか。それからね、俺は頼むぞ。あるいは兵隊の顔も見ないでお別れするなるかもわからんからな。兵隊にはもう武運長寿を祈る。武運長寿を祈るからね、君の藩の者でもみんな伝えてくるんだ。あるいは最後のお別れかわからん。もう、しかしながら武運長寿を祈る。俺はもう最後まで歌わないつもりだ。最後にお願いするのはみんなの無事を祈る。俺はですね、何もわからないですからね。俺らにはですね、何にも分かっていないんですからね。天皇陛下の命令を聞かない証拠にはついていかない。またその後全裸でせよ。それではごきげんよう。何も知らされないまま包囲された兵の生の声だった。命令でも説得でもない言葉で指定の通話は終わった。そして夜明け前、もう一本の電話が録音されている。かけたのは決起に共鳴していた歌人の斎藤龍。受けたのは首相官邸の栗原康秀である。斎藤は最後まで
決起側に立つ内閣を作る工作を続けていた。だが、受話器の向こうの栗原はすでに悟っていた。討伐がどういう形で来るのか、栗原自身の声で聞いてほしい。天皇の命令で討伐される現実を栗原は静かな声で受け止めていた。昭和維新は天皇自身に拒まれて終わろうとしていた。通話の最後に栗原は別れの言葉を残している。銃殺される5ヶ月前のこれが残された最後の肉声である。なんともありませんね。でね、なんとかまだやるけどね。まだ今日できないくらいなら他のものもできないです。例えば河合とかね、柳川とか。柳川ならいいでしょうけどね。それもダメです。それでね、だからそれが分かったらね、その海洋日記のね、徳川もね、活動を始めてね、台湾に来てるんですか？台湾にだと飛んでいくことになったんです。間に合うんですよね。間に合わないと。これでお別れですね。でね、なんとかまだやるけどね。お達者で、これが最後だと思います。それでは、皆さんによろしくです。この電話が切れた時、ユキのテイトに運命の朝が来る。2月29日、事件4日目の朝。総攻撃の体制を整えた鎮圧側が選んだ武器は銃弾ではなかった声である。午前8時48分、ラジオから異例の放送が流れた。世に言う塀に次ぐである。この時実際にラジオから流れた放送が今も残っている。聞いてみよう。勅令が発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。お前たちは上官の命令を正しいものと信じて絶対服従をして誠心誠意活動されたのである。この上お前たちがあくまでも抵抗したならば、それは直命に反抗することになり、逆賊とならなければならぬ。正しいことをしたと信じていたのに、それが間違っていたと知ったならば、いたずらに今までの行きがかりや義理上からいつまでも反抗的態度をとって天皇陛下に背き立てまつり、逆賊としての汚名を永久に受けるようなことがあってはならぬ。今からでも決して遅くないから、直ちに抵抗をやめて軍紀のもとに復帰するようにせよ。そうしたら今までの罪も許されるのである。お前たちの不敬はもちろんのこと、国民全体もそれを祈っているのである。速やかに現在の位置を捨てて帰ってこい。下士中将。この放送だけが兵たちへの呼びかけではなかった。同じ朝、東京の空にはアドバルーンが上げられた。今画面に映っているのがそのアドバルーンを写した実物の一枚だ。垂れ幕の文字は勅命下る軍旗に手向かうな、天皇の命令が下った軍に逆らうなという意味である。飛行機からは投降を呼びかけるビラが巻かれた。ラジオとビラとアドバルーンと前夜の説得の電話、そのすべてが兵たちの心を溶かしていった。画面の写真はその29日の兵たちを実際に捉えた一枚である。昼までに下士官と兵は続々と原隊へ帰っていった。何も知らずに連れて行かれた1483名は一発も撃ち合うことなく雪の永田町から去った。残されたのは将校たちだけだった。決起部隊が最後の拠点とした山王ホテル。将校たちはここで最後の選択を迫られていた。徹底抗戦か自決か投降か。最専任の野中四郎大尉は
拳銃で自決した。将校の中で事件の責めを死で負ったのは野中一人である。安藤照蔵が自決の意思を明かすと、部下たちは泣いて訴えたという。中隊長殿が自決なさるなら、中隊全員お供いたします。と、安藤は部下を減隊へ消した。そして一人になった別れの後、拳銃を自らの喉に当てて撃った。だが、弾波9傷外れ、安藤は昏倒したまま生き残ってしまう。他の将校たちは自決を拒み、投降の道を選んだ。法廷で決起の真意を訴える、それが最後の戦いだと考えたのである。午後2時、戒厳司令部は事件の終結を発表した。4日間の雪のクーデターは市街戦なしに幕を閉じた。だが将校たちの見込みは根本から間違っていた。彼らを待っていたのは真意を訴える法廷ではなかった。高田清貞対陸軍大臣官邸の選挙を指揮した決起の中心人物の一人である。将校たちには洗礼への期待があった。4年前の515事件である。昭和7年、海軍の青年将校らが犬飼剛首相を射殺したこの事件では、除名嘆願が数十万通も寄せられ、死刑は一人も出なかった。世論は純真な青年たちに同情したのである。だが226の裁判は全く違うものになった。緊急勅令で設けられた特設軍法会に非公開、弁護人なし、上告も許されない一審制である。決起の真意を世に訴えるどころか、法廷の声は一切外に漏れなかった。昭和11年7月5日、17名に死刑判決。そのわずか1週間後の7月12日、渋谷の東京陸軍刑務所で15名が銃殺された。事件からまだ5ヶ月も経っていなかった。刑場に立った高田は同時に執行される4人に呼びかけた。天皇陛下、万歳を参照しよう。安藤も栗原もその昭和の中で撃たれていった。自分たちを反乱軍と断じた天皇への万歳を彼らは叫んで死んだ。一方、磯部朝市と村中田梶の処刑は延期されていた。北一揆と西田貢の裁判の証人とされたためである。その獄中で磯部が書き続けた手記が戦後に公開された。そこには天皇への凄まじい言葉が並んでいる。天皇陛下、なんというご失勢でありますか。なんというざまです。と、忠義の果てに裏切られたと感じた男の慟哭だった。昭和12年8月19日、磯部と村中は北一揆、西田貢と共に銃殺された。この4人は万歳を唱えなかった。こうして事件は22名の軽死者と自決者を出して終わった。だが、本当の悲劇はここから始まったと言っていい。処刑された安藤照蔵には妻の房子と2人の息子がいた。安藤は家庭で決起の計画を一言も話していなかった。房子は事件を親戚からの電話で初めて知ったという。夫は逆賊として銃殺され、残された家族は世間の目にさらされた。これは22の家族すべてに降りかかった現実である。事件の直後にはこんな通話も傍受されている。軍人の家族同士が夫の無事を確かめ合う電話である。その中に一つの問いが残されていた。でございます。私、質問なんでございます。奥様でいらっしゃいます。僕はね、昨晩ね、参りましてね、今朝ほどまた出勤いたしましてございます。そうですか。それでございましたですよ。まあね、どんなに疲れて帰るかと思いましたらね、割合に平気でね、ございましたの。そうですか。普段がネタにしてあるからね、こういう時は人よりもつなんて言っております。ちっとも痩せてもおりませんの。まあでもよろしましたよ。られましたら。まだ10年までどうかと思っておりましたけどね。まあ、収まったらしい。まあ、ひとまず帰ってきたんで、あの人たちはみんな自殺したんですか。なんだかそれがね、まだ申しませんが分かりませんとだ、お話にならないの。まあね、まだそんなことお前たちにね、言うとこやないですよ。それはまあそうです。
あんたね、今日どこ出る？私ね、今ね、お参りにすぐかしらと思ったんですけど。私ね、観音様。観音様なのね、簡単なお参りにすぐかと思った。どうぞよろしく。どうも、ありがとうございました。さよなら。事件の真相は、軍人の家族にさえ知らされていなかった。遺族たちは、麻布の建宗寺という寺にひっそりと集まった。反乱者の墓を建てることさえ長くはばかられた時代である。17回忌の昭和27年になってようやく合同の墓が建てられた。二十西の墓と刻まれている。遺族の会は仏心会と名付けられ、今も慰霊を続けている。そして殺された側にも起こされた者がいた。父を目の前で撃たれた9歳の少女、渡辺丈太郎の次女和子である。蜂の巣になった父の姿は生涯脳裏から消えなかったと語っている。和子は戦後カトリックの修道女になった。36歳で岡山のノートルダム精神女子大学の学長となり、多くの学生を育てた。晩年に書いた一冊の本が日本中で読まれることになる。置かれた場所で咲きなさい。200万部を超えるベストセラーである。その和子は事件から50年目の昭和61年、建宗寺の法要に被害者の遺族として初めて参列した。父を襲撃した安田豊少尉の弟とは親しい友人になった。殺された者の娘と殺した者の弟が同じ墓前で手を合わせる。和解までに半世紀の歳月が必要だった。和子は2016年の暮れ、89歳で世を去っている。では、この事件は日本に何を残したのか。雪の東京に築かれた機関銃陣地。この光景が示すものは鎮圧の成功だけではなかった。事件の後陸軍では大規模な処分人事が行われた。祝軍人事である。行動派の将軍たちは軍を追われ、かつての統制派が陸軍の実権を完全に握った。そして昭和11年5月、決定的な制度が復活する。軍部大臣兼役部官制である。陸軍大臣と海軍大臣は現役の軍人しかなれないという制度だ。これが何を意味するか。軍が大臣を出さなければ内閣を作れない。軍が大臣を引き上げれば内閣は潰れる。つまり軍が内閣の生殺与奪を握ったのである。翌年には早速組閣を命じられた宇垣一重が陸軍に大臣を拒まれて首相になれないという事態が起きた。そして政治家たちの胸にはもう一つの重しが残った。軍に逆らえば殺される。高橋是清の死は軍事費に歯止めをかける者の末路を見せつけた。以後、軍の要求に正面から立ちはだかる政治家は現れなくなる。翌昭和12年には日中戦争が始まり、日本は坂を転げ落ちるように大戦争へ突き進んでいった。つまり226事件とは軍の暴走を止める力が日本から失われた日なのである。だがこの事件はたった一つだけ奇跡の種を残していた。安藤宇照蔵がとどめを刺さなかった老人である。体内に銃弾を残したまま生き延びた鈴木貫太郎は事件から9年後の昭和20年4月、77歳で内閣総理大臣となった。本土決戦を叫ぶ陸軍を抑え、聖断を仰ぎ、日本を終戦へ導いたあの首相である。あの雪の朝、高婦人の懇願がなかったら、安藤が軍刀を振り下ろしていたら、日本を戦争から着地させた男は存在しなかった。鈴木は戦後、安藤についてこう語ったと伝えられる。思想の点では、実に純真な惜しい若者を死なせてしまった、と。鈴木の体内の銃弾は、昭和23年の死後、家宗の位牌の中から見つかった。12年間、終戦の宰相の体の中に226の弾丸はあり続けたのだ。事件から今年で90年になる。雪の3日間の痕跡は今も東京に残っている。渋谷の NHK 放送センターの近く、渋谷税務署の脇に一体の観音像が立っている。226事件慰霊像である。
ここはかつての東京陸軍刑務所、つまり銃殺刑場の跡地だ。昭和40年に物心会が建てたこの像の前では、90年目の今年も2月26日に追悼式が営まれた。将校たちも殺された重臣たちも共に慰霊されている。六本木の国立新美術館の敷地には、安藤たちの歩兵第3連隊の兵舎の一部が今も現存している。1483名が雪の未明に出撃したその建物の実物である。決起部隊が司令部を置いた山王ホテルは高層ビルに変わり、歩兵第1連隊の跡地は東京ミッドタウンになった。若者で賑わうその足元に90年前の雪の記憶が眠っている。事件を知る人もいなくなりつつある。近衛兵として事件の警備に就いた最後の証人の一人は111歳まで生きて90年の節目の直前にこの世を去った。それでも記憶は家庭の中に受け継がれている。祖父母から聞いた雪の朝の話があなたの家にも残っていないだろうか。赤坂で銃声を聞いた話、決起部隊にいた兵士の話、どんな断片でも構わない。ご家族に伝わる226事件の記憶があれば、ぜひコメントで聞かせてほしい。その一つ一つが教科書に載らない歴史の証言になる。昭和11年2月26日、雪のテイトで起きた226事件。その3日間を本物の電話の声と実写真で辿ってきた。首相官邸を目標に、合言葉は尊王残寛と告げた栗原康秀。その栗原も5ヶ月後に銃殺された。兵に慕われ、虹の父であり、最後まで決起をためらった安藤照蔵。彼が思いとどまった人たちが9年後の首相を生かした。歴史の分かれ道は雪の官邸の寝室にあった。身代わりに死んだ松尾伝蔵、夫をかばって撃たれた斎藤春子、軍事費と戦って殺された81歳の高橋是清、父を目の前で奪われ置かれた場所で咲いた渡辺和子、そして何も知らされずに雪の中へ連れて行かれ一発も撃たずに帰っていった1483名の兵たち。この事件を境に軍の暴走を止める力は失われ、日本は千の坂を転げ落ちていった。決起した将校たちを義士と見るか反乱者と見るか、90年経った今も評価は分かれたままである。ただ一つ確かなのは、あの雪の中にいた誰もがこの国の行く末を本気で案じていたということだ。撃った側も撃たれた側も連れて行かれた兵たちも全員が昭和11年の同じ雪を踏んでいた。生き延びた鈴木貫太郎が終戦を成し遂げる9年後の物語は、玉音放送を解説した動画で詳しく語っている。概要欄とコメント欄にリンクを置いておくので、ぜひ見てほしい。カラーで蘇った写真の中で彼らは確かにそこにいた。決起将校たちをどう見るか、あなたの考えもコメントで聞かせてほしい。評価が分かれるからこそ語り合う意味がある。寄せられた声の一つ一つが次の90年へ記憶をつなぐ。当チャンネルでは当時の実際の写真を AI でカラー化し、戦争の記憶を伝える動画を作っています。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日も最後までご視聴ありがとうございました。